皆さん、こんばんは。ケンです。今、夜の8時50分です。皆さん、元気ですか？今、僕は、スーツケースに荷物を詰めています。そう、僕は明日、旅行に行きます。皆さん、見えますか？大きいスーツケースですよね。皆さん、明日、僕がどこに行くと思いますか？明日、僕は日本に行きます。日本に帰ります。3週間くらいですね。3週間ぐらい日本に帰ります。僕が日本に帰るとき、だいたい一人で帰ります。よく一人で日本に帰ります。今僕は台湾のアパートにいます。普段僕は一人で日本に帰ります。でも今回は家族と一緒に日本に帰ります。僕の妻と僕の息子と3人で日本に帰ります。すごい楽しみにしています。でもまだ準備ができていません。まだ準備ができていません。なので今僕はこのスーツケースに荷物を詰めています。ちょっと僕の荷物を見せますね。見えますか？すごい大きいスーツケースですよね。僕は2つスーツケースを持っています。大きいスーツケースと小さいスーツケース。僕は普段、一人で旅行するとき、小さいスーツケースを使います。短い旅行のとき、僕は時々スーツケースを持っていきません。このカバンだけで旅行するときもありますよ。でも今回は僕の妻と僕の息子もいます。僕の息子は今赤ちゃんです。5ヶ月半。もうすぐ生まれて6ヶ月ぐらいになります。赤ちゃんもいるので、子供のものもたくさんあります。赤ちゃんのものもたくさんあります。赤ちゃんの本とか服とかたくさんあります。こっち、スーツケースのこっち側は全部赤ちゃんのものです。たくさんありますよね。赤ちゃんと一緒に旅行するのは大変だと思います。赤ちゃん、子供子供の帽子もありますよ。かわいいですよね。これ、小さくてかわいいですよね。子供の帽子です。はい。僕の荷物は、こっち側に入れました。この辺に僕の服があります。で、ここにお土産があります。今回日本に帰って家族とか友達とかに会う予定です。なので、家族とか友達に会ったらこのお土産を
あげる予定です。そのお土産をここに入れました。あとここに、日本語のカードがあります。僕がよくレッスンとか YouTube で使う日本語のカードがあります。よいしょ。日本に帰ったらたくさん YouTube の動画も撮る予定です。今回は僕の息子もいるので、どのぐらい YouTube の動画が撮れるかわかりません。でも、たくさん撮ろうと思っています。これは動画を撮るときに使うと思います。はい。あと僕のものは、この辺にありますけど、カメラ、あとはマイク、動画を撮るときのものですね。それからパソコン。で、ここにタブレットとか、昔使っていたカメラ、この中にカメラが入っているんですけど、あとヘッドホンとかね、いろいろ入ってます。これ、この1年間ぐらい僕は全然使っていないので、日本に帰って売ろうと思います。全然使ってないので、多分売った方がいいですよね。これは日本に帰ってから売ります。なので、ちょっとめんどくさいですけど、持っていかないといけないですね。はい。あとは、もちろん、パスポートと財布もありますよ。パスポート。はい、これは僕のパスポートです。日本のパスポートです。僕は日本人ですからね。日本のパスポートがあります。息子のパスポートもありますよ。はい、これ、日本のパスポートです。はい。あとは、そう、あとこれ、見えますか？ここに、息子の服が干してあります。さっき洗濯しました。まだちょっと濡れています。まだ乾いていません。今、干しています。この服が乾いたら、この服をこのスーツケースに入れます。それぐらいかな。荷物の準備はそれぐらいです。もう夜遅いので、多分この荷物の続きは明日します。そう。明日出発する予定なんですけど、明日の飛行機の時間は夕方ですね。午後5時ぐらいです。ちょっと忘れました。でも確か午後5時ぐらいです。はい。明日の朝まだ時間があります。で、実は、今台風が来ています。なので、明日、本当に飛行機が飛ぶかどうかまだわかりません。明日飛行機が飛ぶかどうかまだわかりません。台風が来ていますから、今ちょっと風が強いです。そして雨も降っています。明日日本に行けるといいんですけど、
ね、明日また朝起きて、飛行機の情報をオンラインで確認します。まあ多分明日飛行機が飛ぶでしょう。多分。なので明日、皆さんと一緒に日本に行きたいと思います。皆さん一緒に日本に行きましょう。ね。明日もまた動画を撮りますね。僕と僕の妻と息子と皆さん一緒に日本に行きましょう。はい。じゃあ、そろそろ寝ます。はい。今僕たちは空港に着きました。ここは空港です。今日は台湾から日本に行くので国際空港に来ました。荷物がたくさんあります。スーツケースが2つ、カバンが1つ、あとさっきお土産をもう1つ買いました。昨日の夜、僕が荷物を詰めている動画を撮りましたよね。あの時に多分僕は皆さんにお土産を見せました。でも、多分もう一つ買った方がいいかなと思って、今お土産のお店で買ってきました。はい。今回の旅行の目的について話します。今回の旅行の目的です。目的は何のために旅行しますかの意味ですね。今回僕たちは日本の家族に会いに行きます。僕の息子が生まれてから僕の日本の家族はまだ息子を直接見たことがないです。まだ直接会ったことがないですね。僕の日本の家族は僕の息子にまだ直接会ったことがないです。でも僕の息子はもう5ヶ月ちょっと、もうすぐ6ヶ月ぐらいですね。なので今回は日本に帰って家族に会いに行きます。今回の旅行は家族に会いに行くための旅行です。まだチェックインしてないですね。ここに荷物がありますから、この後チェックインします。皆さんは旅行するとき荷物がたくさんありますか？僕は一人で旅行するときは多分荷物一つだけです。小さい荷物一つだけですね。でも今回は3人で帰ります。赤ちゃんもいますから荷物がたくさんあります。まずチェックインして荷物を預けます。じゃあまた後で。今ちょうどチェックインが終わったところです。チェックインが終わってセキュリティのゲートを通って、で今ここに来ました。今回は赤ちゃんも一緒にいます。赤ちゃんを連れて飛行機に乗るのは初めてです。すごい大変でした。チェックインの時大変だったんですけど、空港のスタッフの人が助けてくれました。僕はすごい嬉しかったです。僕と僕の妻はすごい嬉しかったです。昨日動画を撮った時、今日はちょっと風が強くて、もしかして
飛行機が飛ばないかもしれないと言いました。まだ雨が降っています。見ますか？今大雨が降っています。でも風はあんまり吹いていません。なので飛行機はちゃんと飛ぶみたいです。今日の飛行機は5時15分出発予定です。時間通りに飛ぶみたいです。よかったです。昨日の夜ちょっと心配していました。大丈夫かな？風も強いし雨もたくさん降っているから、もしかして飛行機の時間が変わるかなと思っていました。でも大丈夫です。よかったです。あともう一つ心配していることがあります。僕たちは初めて赤ちゃんを連れて飛行機に乗ります。飛行機の中で赤ちゃんが大きい声で泣かないかなってちょっと心配しています。でも楽しみです。初めて息子を連れて日本に行けるので、すごい僕たちは楽しみです。皆さんは最近日本に行きましたか？これから日本に行く予定もありますか？僕は台湾に住んでいますけど、日本に行くときいつもワクワクします。日本だけじゃなくていろんな国に行くとき、まず空港に行きますね。僕は空港に来るといつもワクワクします。飛行機の出発まであと1時間ぐらいあります。なので僕たちはここで待っています。僕の隣に今妻がいます。今手を振ってますね。はい。じゃあ皆さんまた後で会いましょう。12121212121212あ、今暇なので遊んでいます。息子と遊んでいます。飛行機に乗るまであと30分ぐらい時間があります。ちょっと暇なので息子と遊んでいます。12121212ね、さっき大変だったけど今暇になっちゃったね。そうなんです。チェックインの時は大変だったんですけど、全部終わったので今暇になりました。暇になっちゃいました。今僕の息子はめっちゃ機嫌がいいです。挨拶しますか？皆さんに挨拶しますか？こんにちは。こんにちは。この辺にレストランとか食べ物のお店があります。あっちの方にね。今日の飛行機は機内食があるので、ここで今何も食べません。機内食は飛行機の中で食べる食べ物のことです。今日は機内食があるので、今ここで何も食べません。さっきお店の前を散歩していました。そしてハンバーガー屋さんの前を通ったんですけど、美味しそうなハンバーガーがあったので買っちゃいました。買うつもりはなかったですよ。この後飛行機の中で機内食を食べます。飛行機の食べ物があるので、ここで食べ物を買うつもりはなかったです。
でもさっきハンバーガー屋さんの前を通りました。そして美味しそうなハンバーガーがあったのでハンバーガーを買っちゃいました。さっき僕がハンバーガーを食べている間、僕の妻が僕の息子を見てくれていました。ありがとうね。皆さんは空港で何か食べますか？出発前に何か食べますか？僕は普段空港で食べ物あんまり食べません。でも今日は美味しそうなハンバーガーがあったので買っちゃいました。皆さんはどうですか？空港で何か食べますか？今6時1分です。飛行機は5時15分に出発する予定でした。でもまだ僕たちは空港にいます。今日飛行機はちょっと遅れています。1時間ぐらい遅延していますね。飛行機はまだあそこですね。見えますか？飛行機は1時間ぐらい遅延しています。遅延の意味は遅れているの意味です。よく飛行機が遅延しているとか、電車が遅延しているとか、あと新幹線はあんまりないけど、新幹線が遅延しているとか使いますね。今日は1時間ぐらい飛行機が遅延しています。なのでまだ僕たちは空港にいます。飛行機に乗るとき時々遅延がありますね。僕は今まで何回も飛行機に乗ったことがあります。多分人生で20回ぐらい30回ぐらい飛行機に乗ったことがあります。で、何回も飛行機が遅延したことがあります。だから僕はちょっと慣れています。はい、今飛行機の中に乗りました。じゃあ今から出発します。また後で。機内食が来ました。美味しそうですよ。今息子が寝ています。息子が寝ている間に僕と僕の妻は機内食を食べようと思います。僕は今日機内食がめっちゃ楽しみでした。皆さんは飛行機に乗るとき機内食が楽しみですか？いただきます。今日の機内食はこんな感じです。ご飯と肉とパンとサラダと果物もあります。いただきます。ねえねえ、どう？美味しい？めっちゃ美味しい。ねえ、めっちゃ美味しいよね。はい、着きました。9時に到着する予定だったんですけど、今11時40分ぐらいですね。ちょっと遅れましたけど、安全に着いてよかったです。実は僕の弟が車で迎えに来てくれています。多分あっちの方にいます。この後僕の弟を探して、で一緒に日本の家に帰ります。皆さんも日本に来るとき気をつけて来てください。じゃあ日本で会いましょう。